はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日の話はですね、サラリーマン時代にやってた常識をやめて分かったことのですね、給料編、これをですね、お届けしようと思っています。これね、結論から言うと、全社員固定給にしたです。それだけって感じだと思うんですけど、いや、これ結構すごいことですから。普通ですね、車の販売の営業マンとか、あとはマネージャーさんって完全歩合給なんですよ。これね、業界の常識なんですね。日本もアメリカもそうですね。ただアメリカだともっとねすごくて、営業に関してはですね、いわゆるフルコミッションってやつで、歩合 100%固定給 0% っていうのがね普通なんです。だいぶ怖いっすよね売る人はねもうめちゃくちゃ給料高いんですけど、売らないとねもう全然もらえないみたいな、そういうね非常に厳しい世界なんですね。ただねこれ厳密に言うと、歩合と最低時給、どっちか高い方が採用されるっていうね、仕組みにはなってます。全く売らなくてもね、最低時給は保証されてるっていう仕組みなんですね。これねほとんどのディーラーがこのスタイルの歩合給をね、採用してます。例えばトヨタだろうがね、ホンダだろうが、もう営業に関してはね、どこも一緒ですね。僕自身もですね、車業界長いもんで日本でね働いてた時も、アメリカで働いてた時も、やっぱり歩合給でしたね。ただ働いてた会社がね、日本の会社だったからさすがに固定給があって、でその上に、歩合が乗っかるっていうね、いわゆる日本式の、歩合制度でした。そうなのでね、業界的には、営業マンとかマネージャーはね、歩合給っていうのがね、常識なんですね。つまり業界的には金で釣らないことには車は売れるはずないって思ってるんですね。で、僕はねそうじゃなくて固定給こそが良いチームを作ることになり、良いサービスをね、提供できることとなり、結果的にですね、売り上げにつながると思っています。それをねこれからちょっとね説明していきます。そもそも会社側から見たね歩合給のいいところっていうのは、社員のモチベーションを上げやすい、それから数字がいい月はね、多めに給料として払って、で、数字が悪い月はね、払わなくていいっていう、このあたりですね。でその歩合給のねデメリットっていうのはやっぱりね不安定ってことですよね。で歩合でねやればやっただけもらえるっていうのは、確かにね、セールスの醍醐味ではあるけど、反面ね落とし穴もあるわけです。例えば、怪我をしてしまってね、仕事を休まないといけなくなってしまったとかね、あとはマーケットがね、急に冷え込んできてしまって、でお客さんが全然来なくなってきてしまったとかね、そうなった時に給料がガクッと減るわけじゃないですか。でそうなった時に、やっぱりきついですよね。本人だけならまだしもね、やっぱ家族とかいらっしゃるとしたらですね、非常にしんどいと。でアメリカは、固定費がねすごく高いから生活にね影響がかなり出てしまうわけです。でそういうね、経済的に不安定になっている精神状態だとやっぱりね、お客さんにも伝わるし、結果的にね、いい仕事ができないと思うんですね。あとはやっぱり安定しないからね、そのメンタル的に、どうしてもねやられてしまうってこともあって、職種としてはね非常に離職率が、高い業界なんですね。あとは、僕経験上チームとしても